テキランドとジョンです。今回ナビ VS アーリーアタックスということでね、日本戦来ましたね。15の最後の方は結構ね、ナビ VS アーリーアタックスの対戦も多かったなーって印象なんですけど、ナビの方も、違うね。まあ両方そうか。両方ね、メンバー結構変わっての対戦ですね。16の今の環境、かなりね、タイムアタックの環境ではあるんですけど、どういう対戦になるのか見ていきましょう。先行はナビの方からピーカスルートライダーのオーバーグロー型編成ですね。タウンホールにかけていくやり方になりそうですかね、真ん中にあるので。アキレスもブラジル人なので、お互いに仲いいかどうかは知りませんが、同胞対決の対戦ですね。で、こういうやり方、こういう配置、ダミー壁を作ることで防衛施設を6時と9時にしか置かないような配置をすることで、この8時から一気の真ん中1点出しルートライダーが出せないっていうのが今回、相手のね、配置のテーマになってるんですけど、そこは6時から1点出しをしつつ、クイーンで外周カットして、内側で2手に分けていくっていうやり方で攻略してますね。以前もこういうような配置はこういうやり方でされてましたね。6時、9時の方にもうロイヤルチャンピオン割いて、こっちにもレイジ打ってますね。ラストレイジフリーズが一発ずつなんですけど、フリーズの方はロイちゃんの延命に使っていきました。ここはあとレイジが残ってるんだけど、キングを真ん中ガントレットタウンホールに合わせれればなーって感じですかね。ウォールブレーカー使って3時の方、クイーンを内側にも入れれるような形を作ってるんですけど、キングは戻ってほしいところ。呪文はレイジ一発なんですけど、キング戻ってくれた。ありがたい。このガントレットバカ強いっすね。タウンホールなんか他のユニットも触ってますね。バルキリとかいるのかな？バルキリとルートライダーあたりが、触ってくれてましたね。で、レイジは結局残ったまま終了ですね。予備で、タウンホールを殴るユニットにレイジを残しておくっていうのはやっぱこの編成において結構大事になってくるところなんですけど、それすら余っていってしまったと。キングの安心感がやっぱ強いな。開始でなんとアキレスの方もピーカスの村に攻めていくというところでね、熱いバトルですね。この配置はレジェンドリーグとかでもね、よく見る配置の呪文タワーの位置が若干変わってんのかな。大工の位置に呪文タワーありますよね、これ。両方ポイズンにしつつ、さっきと同じようにね、6時の方から1点出しして、タウンホールの方は10日弊社で見ていくみたいですね。面白い。ペッカでタウンホールをカチーンと打っていく。フリーズ使って、しっかりここは延命しつつ、トームレイジフリーズ。で、奥の方をオーバーグローを使って、クイーンは外周流しと。シンプルに防衛援軍がアイスゴーレムだったっていうところで、この辺はクイーンも違い入れなかったところはよかった。刺さってますね。こういうところにね、たまにスーパードラゴンとかね、ドラゴンとかが防衛援軍から登場して、処理するユニットがクイーンが外側にいるせいでいないみたいなことも起きてしまうような、今環境ではあるんですけど、なかなかね、外周回すのも、ポイズンリザードとかをね、採用するかどうかみたいなところもちょっと選択肢に入ってきそうなところですよね。ロイヤルチャンピオンの音がした、ヘイスト薬走っていって、クイーンの方も一応能力残ってる状況ですね。ガントレットもしっかり残してたので、できればね、このオーバーグロー型はガントレットをオーバーグローで隠したところに合わせていきたいので、ガントレットはできれば発動しないで残しておくっていうところと、そこまで呪文で延命してガントレットさえとりあえず残していけばみたいな、そんな戦術ですね。若干時間はかかっていったことによってね、アドにはなりますかね、防衛側の。ジーマ。今日はガクが休みで代わりにジーマが出てるみたいですね。こちらもルートライダー編成、オーバーグロー型。もともと、オーバーグローが流行る前から、ルートライダー編成はかなりやってた人なので、スムーズにね、習得できたんじゃないかなと思うんですけど、まずはスケルトンの呪文を使って竹取りをしていくおでん像、超団大砲、ロイヤルチャンピオンのところをダメージ防いで、クイーンは外周、反対サイド10日弊社外周というやり方になります。で、ここタウンホールの方を大きく隠していきましたね。ロイヤルチャンピオンももうこっち使ってるんですけど、タウンホール外周側を大きく削っていきたいという流れですね。面白い。今回はちゃんとウォーデンの方、ポイズンリザード採用することで援軍ケアをしてますね。で、キングに当たるところ、ストライク合わせてクイーンを消費しつつ、ここはフローズンアロー採用。ヒーラーとかでもワンチャンこの使い方ならいいのかなとか思ったんですけど、タウンホール現れたところに、ここスーパーガーゴイルが刺さってなんとかタウンホールを落としてくれている。
どうだこれ。やや怪しめにはなってきたけど、さあ、ここ最強のガントレットがまだ残っている。ロイヤルチャンピオンはレイジからのヘイスト薬で。まあ、クロスボウまで折ってくれたんで、よしかな。ガントレットでターゲットを受けてる間に、投石機の方に、頑張れ。落ちていく。反対サイドはタイチクロスをスーパーバーバリアンで潰していきました。キング、あの HP からターゲット取りすぎじゃない？これ鬼のタンクしましたね。そしてマルチ IT の数よりも、クイーンの方が、そうですね、6タゲ以上が入り続けたので、クイーンを守ることができました。ちょっとね、危ないアタックであったんですが、なんとか前回取り切ることができました。さあ、やったーくん、ルートライダー、10日弊社型。ツイッターで見たんだけどね、なんか、16になってから1回もこけてない81分の81前回みたいなツイート見ましたね。すごいっすね。そんな中でのアタックです。さあ、オーバーグローは、今回はどこに使っていくのか。タウンホールの方にはかけずに真ん中モノリスとかにかけていく使い方になるのかな？それともって感じですけど、スーパーバーバリアン使ってテスラモリ入ってきてますね、ここ。タウンホールモノリスのところ固めていって、左サイド、上のね、十字側の内側に入れていきたいようなやり方になってきます。で、ロイヤルチャンピオンが捕まっちゃったので、ここはロイちゃんに対してフリーズをかけつつ、クイーンは、めっちゃいい角度で戻っていってクロスボウを打っていく。ガントレット使いましたね。残りはレイジフリーズ2発型。ロイヤルチャンピオンの方も能力が切れているところ、ここは当然タウンホールフリーズかけつつ、この軍隊が全部タウンホールに襲いかかれるかっていうところですね。フリーズはミスったね。タウンホールへのフリーズを外してしまう。これはちょっと痛かったか？でもディギーがフリーズを作ってくれた。ここでガントレットないのもね、あれっすね。さあ、クイーンはただクローク持ってて、スーパーバーバリアンが残り2体。キング落とされてしまう。さあ、ディギーは潜ることでなんとか回避はできたんですけど、ターゲット先が金庫じゃ意味がない。さあ、裏からスーパーバーバリアンとか出すんですけど、これは防衛ですね。89%。ということで何本連続か分かりませんが、現状は珍しいというべきか。初めてのミスが生まれましたね。さあ、クラウス、ルートライダー、ジャンプ型。オーバーグローは入ってない形ですね。シンクロニックゲーミングが対応してたやり方になります。レジェンドリーグとかでもね、この配置出てきますね。シューターセットですね。シューターセットでこの速度なんだ。すげえな。で、テスラの方を引っこ抜いていく。レジェンドリーグでも出てくるんでね、どこに何があるかとかすごい分かってるんじゃないかなと思います。バルキリー、ルートライダーと見習いウォーデン。ここはロイヤルチャンピオンも出していきましたね。一気のトームで入っていきます。で、キングのためにジャンプ打ちつつ、もうここは援軍とぶつけていくようなやり方になって、レイジと。これもキングとロイヤルチャンピオンで両サイド押し上げていくようなやり方ですね。オーバーグローも使わないので、隠れる施設もないので、平行的に、このマス目状にね、綺麗にラインを上げていくっていうね、そういう感じになってますね。で、ガントレットが強すぎて、あの状況、援軍処理のところで結構止まった感じもあるんだけど、タウンホールの方もだいぶ削れましたね。ここフリーズ使ってキングへのターゲットがずれちゃったか。先にタウンホール落とせればめっちゃ熱かったな。ターゲットがちょっとキングに吸われちゃいましたね。ただもう呪文はないので、このユニットたちでタウンホールまで落としきれるか。HP 自体はめちゃめちゃ低いんですけど、どうだ？ロイヤルチャンピオンギリギリ触ってくれて。落ちた。そしてシューターの HP めっちゃピンピンだったね、今。まだオレンジとかだったけど。これで回収して全開ですね。ちょっとね、ロイちゃんが最後、ワンプッシュしてくれて危なかったですね。さあ、ひろやさん、71天才のルートライダーラッシュ。ひろやさんの華麗なラバルは見ることができないんでしょうか。さあ、上段大砲、マルチ IT、安いあたりを追っていきつつ、安いはもう注目する必要ないね、ラバルじゃないから。さあ、下から来ましたね。で、クイーンは今回も外周流しで、アイゴレを盾にしていきます。クイーンのターゲットをアイゴレで吸うことができているっていうところなんですけど、ちょっとユニットそれ気味かな。キングの方が内側入ってほしかったんですけど、これ外周流れちゃいますね。で、突撃艦スタイルは今回初めてですね。
うん、結構突撃艦でタウンホール取るってやり方も、天才ラバルとかだとね、結構よくよく見る感じなんですけど、スニゴブがこれ刺さる配置だからね、タウンホールのところが、罠スペースが全くないで囲われてるので、スニゴブが絶対通りますからね。対地クロスまで折れるようなスニゴブイエティセットっていうのを入れていきましたと。でも呪文の方はね、天才を事前に打ってしまってるので、ここからフリーズ2枚のみで進行していくようなやり方になります。やっぱりちょっとキングそれちゃったので、中心部の火力が、ちょっときついですね。ちょっと弱めにはなってしまっている。壁がね、ここダミー壁繋がっているので、もともとモノリスとかこっちの方には誘導はなかなか難しいので、こうやってそれちゃうことは、何回やってもこうなるのかなって感じはするんですけども、ここからリカバリーというか、アドリブで全開を取っていきたいですね。ルートライダーが穴開け、反対サイドもスーパーバーバリアン使って、もうスーパーバーバリアンはこれが最後ですね。アーチャー4体あるならここ回収アーチャー入れても良さそうだけど、大工が届いてるので大工との勝負か。さあ、ロイヤルチャンピオンがモノリスから投げられます。さあ、ここフリーズかけつつ、大工のターゲットをこいつで据えれば、別のね、防衛施設の方の回復量も下がるからね。さあ、キングも外周殴りつつ、クイーンの方がクロスボウターゲット、ロイヤルチャンピオンはヘイスト薬かなこれはヘイストホグですね。両方持った状況でトルネード回避。うん。さあ、バルキリーを2枚使いつつ、しっかり落ち着いて最後まで全開取りに来ましたね。確実に全開取れるようにゆっくり待ってたって感じかなと思います。さっきのアタックがね、ヤッタ君のアタックがね、全開にならなかったことで、早い全開みたいなのはそんなに必要なくなったところからかなと思いますね。クエさんがゆっくりやったのは。カズマ君、ルートライダーラッシュ、タイムも結構速そうですね、このアタック。この配置もレジェンドリーグでちょこちょこ見る配置ですよね。昔15の時にもあった配置の改良版みたいな感じで、クロスボウの位置がね、15の時と変わってるんですよね。で、6時からキング入れつつ、クイーンは外周流すつもりだったのかなわかんないけど、キングと合流して内側に入っていきます。これはこれで強そうですね。で、タウンホールの方はなかなか向かってくれてない状況なんですけど、オーバーグローをここにかけていくような形。モノリスは見えてるので、モノリスはここを落としていきたいところですね。タウンホールをみんながスルーして奥の防衛施設たちに襲いかかりに行くんですけど、ロイヤルチャンピオンはヘイストフォグを生み出していて、いいですね。外周部の施設が少ないので、スーパーバーバリアン外周部削るとすぐにタウンホールの方に戻れるような形になってますね。フリーズかけて、さすがにタウンホールにレイジフリーズをかけるような形になるかなと思うんですけど、レイジ打ってフリーズ。うん。全てのヒーローの能力はもう使い切ってて、クイーンは今クロック使った形ですかね。さあみんなで戻ってタウンホール。本当に最終点だね。最後のターゲットがタウンホールガーサス。さあリゴ、61点差のラバル。確かに、もうどうでもいいですからね、時間は。ワンミス起きた時点で破壊率の勝負にはなるので、破壊率ね、星の勝負にはなるので。タウンホール真ん中の配置の場合は、突撃艦を使って、突撃でね、タウンホールをケアするっていうのが鉄板の天才ラバルのやり方。ここはキングクイーンを9時に入れつつ、穴開けをしていくことで、ルートを強制していき、援軍出てきたんですけど、シングル IT だね。フリーズ使って、ここはキングの延命を図りました。キングがアイゴレ捕まらずに、シングルとクイーンの方に進んでくれたか。クイーンの方はアイゴレと投石に捕まった模様でクロークを入っているような状況。ラバルパートは3時のところからスタートして、ヘイストじゃないよ、突撃艦、ストライカー、いろいろ混ぜてトーンかな。ロイヤルチャンピオン、タウンホール前まですごい伸びてますね。さあ、レイジーエティ。ワンプッシュ入った。失礼だね。ああいうの自分で解除しなきゃいけないからね。そうしないとちょっと内側の防衛説が残っちゃうっていうところで。6時からもラバル入れつつ、ロイヤルチャンピオンの勝利ができてないぞ。ストライカー投げなかったのかこれ。これワンチャン投げなかった？バネ飛んだ？クイーンの処理はこれ、キングでできてるから、ロイちゃんの処理だけやれば空目線どうでもいいので、
ストライカー全部ロイヤルチャンピオンに合わせるような使い方でよかったんですけど、これもちょっと怪しい匂いがしてきましたね。さあ、ラバハウンドが一応残ってはいるので、ターゲットを取ってほしいところですが、なかなか取れず。キング処理にまずはストライカー投げていきます。ロイちゃんの処理と、まあ、突撃艦をね、ワンプッシュされたことによって、このエアスイダイクあたりがね、イエティのボムが入らなかったことで残ってしまったっていうところが大きくなっているかな。3時からしかバルーン出さなかったことで、2時の防衛施設にも、まあ、投げてなかったですよね、バルーンを。そうすると、おのずと残るので、この辺に対するケアもあってもよかったのかなっていうところで、個人的にはちょっと配分が3時重く、6時も重くで、2時に何も投げなかったのを、ちょっと2時にバランス合わせるだけでも前回取れた可能性はあるかなと思いますね。突イエティ側、エアスイワンプッシュはね、多分ね、攻めてる側は押された瞬間に、やらかしたみたいな感じになるんだけど、気づくのがちょっと遅れちゃうんだよね、あれ。ワンプッシュされてから、解除すんの忘れたわってなるんだよね。自分で解除するパターンほとんど少ないからね。2つ目の防衛によっても勝ち確ですね。星1以上なので、星2を取れば勝ちという状況。星3、これはスケイングかな。もう、ヤッタ君がこけた段階で星数勝負になるのは分かってるので、時間よりも確実に全開を取れるプランを最終ね、5番手なら考えてるんじゃないかなと思います。ここは真ん中、グランジョとマルチ IT のところを。マルチ両方狙ってるのかなこれは。もうね、スケルトンのいいところはね、次のターゲット、クランジ終わった後の次のターゲットを拾ってくれるっていうところ。片方だけかな。何枚作用だったこれ。忘れちゃったけど。取って、キングのために穴開けして、クイーンも、隣同士入れていきましたね。で、スーパーバーバリアンサイドカット。で、クイーンじゃないや、キングの方も、隣の穴開けをしてくれることでね、ガントレット使う以上、一施設で終わっちゃうのもったいないからね、一区画か。もう余裕でお釣りが出るので、こうして2区画を穴開けでね、キングのルートっていうのを確保していきたいですね。で、援軍の方もスケイン部で潰して、クイーンの方も穴開けして、クイーンもね、1区画以上見ていくような状況。ヒーラー人形ですね。ヒーラー人形、ヒーラーを生み出して、クイーンクローク、エアスイによってヒーラーの方をワンプッシュ。テスラオがすごいな。この距離ですが、タウンホールに合わせていくんですね。イエティかな。スニゴブラバだ。これもね、スニゴブが潰れない形になっているので、いいスニゴブですね。で、これ、タウンホール避けてしっかり防衛めっちゃいいルートだな、バルーン。ダウンポイズンも受けずに、奥の方進んで、クイーンの方もヒーラーを生み出したことによってね、このまま進んでくれてますね。めっちゃいいルート。なんか似たような配置ナビも使ってたので、取り方は絶対知ってるとは思うんですけど、かなりいいプランですね。スケルトンインビジブルも、ただ、普段のレジェンド編成ってわけでもないのです。即興でね、考えたプランだとは思うんですけども、ロイヤルチャンピオンが最後は、両ヒーローギア、エイストグスリーとホグを追加して終了です。パーフェクトかな。ラストアタック、ルートライダーラッシュ、モハマド・マラーウィスっていうのかな。この配置がそう、今、星さんが攻めてた配置と似てるよねっていうところで、どれほどあれかな。同じもしかして。同じかこれ。ほぼ同じっぽそうだけど。って感じですかね。結構似てるよね。なので、こういう配置ちょっと見たことあるな、みたいな感じで。バタング戦でもバタングがこの配置こけてたり、ルートライダー結構やりづらいんでしょうね、この配置。で、オーバーグローを奥にかけていきます。援軍の方にも捕まりつつフリーズをかけてというところ、ちょっとね、クロスボウのフリーズが漏れましたね。で、10日弊社からはスーパーガーゴイル。結構アイゴレによって止められた感はあるけど、どうでしょう。ロイヤルチャンピオンも冴えてますね。キングフィスト、フリーズ打って。アントレット強え。その壁幅でクロスボウ折れちゃうんだ。クイーンクローク、ここはフローズンアローのようですね。ロイヤルチャンピオンが中心部ギリギリですが突破を仕掛けつつ、裏側はスーパーバーバリアンで回収。ロイヤルチャンピオンの能力は何だったんだ。ブーメランと今まで通りのやつですね。HP 回復とブーメランっていうところ。あんま見ないね、この組み合わせ。ただユニコーン強いな、これ。ユニコーンがロイヤルチャンピオンの HP を回復してくれつつ、裏でスーパーバーバリアンが
この大砲アーチャーターンのターゲット拾ってくれている。いや、このユニコーンスライドなければ、こんなに伸びてないし、最後もこれは間に合うか？超ギリギリだね。ですが、前回まで取り切ってというところ。ナイス前回。というわけでね、15対13終了という形になりました。強いね、ナビね。日本クラン対戦とはいえ、去年よりも圧倒的に海外のね、方の比率が増えましたね。アーリーアタックスは半分以上、3人がね、海外の人で、ナビも1人は、去年もそうか。ジマがね、ゲットで入るときは2人外人って感じなので、日本人5人か10人中、日本2トップクランのね、日本人比率が若干落ちてきてしまいましたが、GS とかもね、結構いいメンバー揃って、なんか新しいチームとね、契約して名前変わってたりするので、GS とか最近対戦見てないんで、見てみたいなとか、軽く思いつつ、もっとね、なんか最近日本クランもいくつか 5V5 の活動を始めてるところもあったり、ね、予選出てたようなところもね、いくつかあるみたいなので、そういったね、別のクランも出てきたら面白いですね。ちょっとナビはね、日本最強どころか、やっぱ世界最強のランクなので、どこと対戦した時でもね、横綱相撲のようなね、圧倒的試合運びになりますね。見てる側からすると、ルートライダーばっかでつまんないってコメントはね、たくさん来るんですけどね。これが e スポーツ界隈のクラクラの今の対戦であり、今これが運営が作った環境なのでね、選手を批判するのは間違ってるっていうところですね。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。